心がへこんだ時に読む本。1日5分読む処方箋心谷仁助。本書を読む前。あれこれ考えるより、自然体が一番。ありのままの自分を素直に出すには、ありのままの自分を素直に表現するためには、以下のポイントが役立つかもしれません。自分を受け入れる、自分を理解し、受け入れることが重要です。完璧である必要はありませんし、誰もが弱点や不完全な部分を抱えています。それを受け入れることで、他人にも自分自身にも優しくなれます。他人と比較しない、他人と比較することは、自分を抑え込んでしまう原因になります。自分の進捗や成功を他人と比べるのではなく、自分の目標に焦点を当てましょう。素直なコミュニケーション。他人とのコミュニケーションでは、遠慮せずに自分の意見や感情を表現することが大切です。相手に自分を理解してもらうためには、素直なコミュニケーションが必要です。興味を持つ。自分が本当に興味を持っていることや好きなことに時間を費やすことで、自分をより深く理解できます。自分の趣味や好みを追求することで、本来の自分に触れることができます。失敗を恐れない。失敗は成長の一環です。失敗から学び、次に生かすことで、自分をより良くすることができます。失敗を恐れず、チャレンジすることが大切です。ありのままの自分を出すことは、他人との真摯な関係を築く手段でもあります。他人との関係が深まると、より豊かな人生を築くことができるでしょう。ほっと、前向きになれる、心のへこみが丸くなるヒント。心のへこみから立ち直り、前向きになるためのヒントは様々です。以下はいくつかのアプローチです。感謝の意識を育む。毎日小さなことでもいいので、感謝の気持ちを持つよう心がけましょう。感謝の対象を見つけることで、ポジティブなエネルギーが生まれ、心のへこみが軽減されることがあります。自分を大切にする。自分の感情やニーズを理解し、大切にすることが重要です。自分に優しく接することで、心のへこみが和らぐことがあります。適度な休息やリラックスも忘れずに。運動を取り入れる。運動は身体的な健康だけでなく、心の健康にも良い影響を与えます。運動を通じてストレスを発散し、前向きな気分になることができます。ポジティブな言葉を使う。自分に対しても他人に対しても、ポジティブな言葉を使うことで雰囲気が変わります。否定的な言葉や考え方を避け、積極的な言葉を意識的に取り入れましょう。小さな目標を設定する。大きな目標だけでなく、小さな目標も設定することで達成感を味わえます。少しずつ進んでいくことが心のへこみを和らげ、前向きな気分を生むことがあります。サポートを求める。心のへこみが深刻な場合は、友達や家族に話すだけでなく、専門のサポートを受けることも検討してください。心理カウンセリングや専門家の助けを借りることで、より具体的なアプローチが見つかることがあります。これらのヒントは一般的なものであり、個々の状況によって効果が異なることがあります。自分に合った方法を見つけ、少しずつ心のへこみから抜け出していくことが大切です。ストレス知らずでハッピーに気持ちがつながるとっておきの心理術。ストレス知らずでハッピーになるために気持ちがつながる心理術をいくつか紹介します。感謝の実践。毎日少なくとも一つ、感謝の気持ちを意識的に感じる瞬間を見つけてみてください。感謝の実践はポジティブなエネルギーを生み出し、心の安定感を提供します。笑顔の力。笑顔は脳に幸福感をもたらします。できるだけ明るく笑顔を振りまくよう心がけましょう。また、他人の笑顔にも敏感に反応することで、お互いの気持ちがつながります。人との交流。孤立することはストレスの原因になります。友達や家族と積極的に交流し、感情や経験を共有することで、気持ちがつながりやすくなります。思いやりの表現。他人に対して思いやりを示すことで、自分も幸福感を得ることができます。小さな行為でも構いません。誰かを手助けしたり、励ましたりすることが、心のつながりを深めます。自分に対する優しさ。自分に対しても思いやりを持ちましょう。自分を大切にし、自分に対して優しくあることが、ポジティブな気分を育みます。マインドフルネス。瞑想や深呼吸を通じて現在の瞬間に集中することで、
過去や未来の心配から解放され、ストレスが軽減されることがあります。日常の中で少しの時間をマインドフルネスに当ててみましょう。趣味や興味を追求する。自分の興味を追求することで、自己成長や達成感を味わえます。趣味を通じて新しい人と出会ったり、自分の才能を発見したりすることができます。これらの心理術を組み合わせることで、ストレスを軽減し、よりハッピーで充実した生活を築くことができるかもしれません。ただし、個人差がありますので、自分に合った方法を見つけることが大切です。イライラムカッをあっさり解消、怒らないコツをお伝えします。イライラやムカつきをあっさり解消するための怒らないコツはいくつかあります。以下はいくつかのアプローチです。深呼吸をする。怒りが湧き上がってきたら、深呼吸をしてみましょう。ゆっくりと深呼吸することで、神経が鎮静化され、冷静な状態を取り戻すことができます。感情を冷静に観察する。怒りが湧き上がった時、感情を客観的に観察してみましょう。なぜ起こっているのか、その感情のルーツは何かを考えることで、理性的に対処できることがあります。休憩を取る。怒りっぽい状態にある時は、場合によっては一時的に離れて休憩を取ることが有効です。感情を冷ますためには、一時的に別の環境に身を置くことが役立ちます。言葉に気をつける。怒りっぽい時は、相手に対して攻撃的な言葉を使いがちです。冷静になるためにも、言葉選びに気をつけ、相手に対して尊重を忘れないように心がけましょう。運動やリラックス法の活用。運動やリラックス法、ヨガ、瞑想などは、ストレスやイライラの解消に効果があります。定期的にこれらを取り入れて、心と体をリフレッシュさせましょう。解決策を見つける。怒りの感情は時に、問題解決の手助けをしてくれます。しかし、感情が制御を超えてしまうと逆効果になります。感情を抑えながら、問題解決に取り組むことが大切です。ユーモアを忘れない。人間関係や日常の中で小さなことにイライラすることはよくありますが、時には笑いに変えることも重要です。ユーモアを持ち、柔軟に物事を受け入れることができれば、イライラも軽減されるでしょう。これらのアプローチを組み合わせながら、怒りっぽさを和らげ、より穏やかな心を育むことができるかもしれません。